はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月前半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。あとですね、6月9日に占星術と数秘術フェスに参加させていただきます。今の私だからこそお伝えできる新しい占星術の見解を皆さんにぜひご紹介したいと思っています。ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。そして会場でもオンラインでもお会いできることを楽しみにしてます。よろしくお願いします。では行きましょう。6月前半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドのページ、カップ10、カップ8逆、ペンタクルス3、ワンドクイーン、カップクイーン、運命の輪、気をつけることや対策はカップナイト逆とスタート、オラクルはストレングスですね。いいですね。いいですね。ちょっと星の話を先にさせていただくんですが、もう本当に5月の末から木星もね、双子座に入ったということで、この6月前半はもう双子座祭りって感じですよね。ものすごく双子座の皆さんは自分が持ち合わせている気質っていうものが拡大していくとか、注目を浴びるとか、自分自身っていうものを強く自覚したりとか、何か良くも悪くもなんですけど、自分というものがすごく強まりますね、この時期。なので自分のいいところを出すんだと思ったら、もういくらでも自分のいいところ出せますって感じもありますし、自分が嫌だなと思ってるところもこの時期は全部出ちゃうみたいな感じがあるので、本当に自分を自覚するにはいい時期だなと思いますし、自分を見せられる、人を通して自分というものを知る機会がたくさんあるんだろうなっていうふうに思います。でそれとやはり6月3日以降っていうのはね、水星も双子座に入ってくるということで、非常に頭が軽快に回り出します。いろんなことを考えたり計画立てたりで、なんとなく後ろ向きだった思考っていうのもプラスにいったりとか、自分の見方っていうものが変わるんじゃないかなっていう気がするので、自分はこういうとこ嫌なんだと思ってたけど、いやでもそれは自分のいいとこだったみたいな風に肯定的にね変わることもできます。そして何よりも6月6日が双子座で起こる新月なんですけれども、この双子座の新月っていうのは金星というね、華やかさや社交性や愛情というものも一緒にぴったりと月と太陽とひっついて起こるので、とっても優しいエネルギーだなっていうふうに思っているんです。みんなの中の愛が目覚めていくとか、自分にもっと優しくなるとか、自分に何かを許可していく、なんか厳しくこうしなければっていうふうな想念から、今の私でいいんだとか、自分をもっと許そうとかっていうような感じになってくるんじゃないかなと思うので、とてもいい動きだなというふうに思ってるんですね。もちろんこんな自分でもいいじゃないかっていうふうに自分を愛おしく思う気持ちとは裏腹に、もっとこうでなければいけないんじゃないかって、これでいいんじゃないかっていう思いももちろんまだあるとは思うんですけども、その葛藤の中で優しさというものを自覚していくっていう流れなので、この6月前半っていうのは双子座の皆さんにとって本当に大事ないい経験ができるんじゃないかなって思います。でカードで見たところ、やはりもうオラクルがストレングスなので、自分の意識次第で、自分の愛次第でいくらでもこの世は変えていけるよみたいな壮大なメッセージを感じました、これはね。そして入り口がワンドのページなので、慎重に暴走していくというよりは、慎重に今のチャンスを掴んでいこうみたいな感じもあるかもしれないですし、ここまでの流れの中ですでに何かいい空気が流れてきてるぞとか、いい運勢が流れてきてるぞっていうふうに感じてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますね。でなぜそれを感じられるかっていうと、やっぱりここまでの流れでいかに手放せたかっていうのがすごく大事なんですよね。でちょうど5月までっていうのはね、もう手放しましょうみたいな、削ぎ落としていきましょうって感じだったじゃないですか。だからそこでいろんなものを手放すことによって本当に大事なものに気づいたんじゃないかなっていう感じがあって、非常に精神的にちょっとすっきりしてる感じがあるんですよね。まだ少し自分の感情が尾を引いていたとしても、でもなんかもう新しいフィールド始まりましたもんねみたいな感じです。そして今の状況の中で自分が新たに学んでいきたいことややっていきたいこと、自分が喜ぶための何か素材っていうものを自分に与えていこうみたいな感じがあって、非常に前向きですね、これは。
勉強もそうです。勉強はみんなしたくなるというか、移動したくなったり、何かを学びたくなったり、情報を学びたくなるっていうのがあり、それに合わせて人との関連、人とのつながりっていうのも強くなってくるんですよね。でどうせだったらそれをビジネスに生かしたいなとかっていうことで、なんだかすごく目標を持っていろんなことを学んだり、人と関わっていったりしていくなっていう感じがあります。とにかく人間関係はとても豊かです。でそうしていくうちにやっぱりこれだみたいな感じでね、自分の中でもう絶対こうだみたいな、そういうタイミングだっていうのを感じると思うんですよね。まあ本当に強いと思いますよ、この6月前半の動きって。6月21日が夏至ですけども、夏至までの流れがすごいスムーズって感じ。私カペラノートにはエスカレーターで登っていくみたいな感じで言ったんですけど、そんな感じです。ようやく藻が明けて爽やかにいろんな人と関わりながら、うまく自分の双子座さんのねエネルギーを使いながら、いろんな人と関わりながら、いい扉開いていくねみたいな感じです。でとっても理想も生まれてきたり、こうなんじゃないかなって思いも出てきたりします。そして人との関わりすごく強いので、いろんな人と関わると思うんですけれども、中にはね、ちょっと違ったのかなみたいな人もいるかもしれませんし、全てを全て全部鵜呑みにするというよりは、自分の中で精査してくださいね、それはね。ということですごい爽やかだなって感じなんですけど、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事っていうもので見てみたいと思います。カップ6、カップ5、ペンタクルス、クイーンということで、実はさっき見た星座でも同じようなカードが出てたのでと思ったけど、ちゃんと切ってますので、そうですね、仕事で言うとまだね、これまでの経験を踏まえて自分がなんかすごいいきなり大きな役割を担ってやっていくんだではなくて、本当に今から始まっていくんですみたいな、そんな感じで、まずは優しい思いから始まりますみたいな、全ては思いからですけど、優しい思いから始まるし、なんだったら昔自分がちょっと諦めたことだったりとか、ちょっとなんか無理かなと思って置いておいたことがもう一度浮上してくる。そしてそれをもう一度温かく優しく育てていくみたいな感じが出ています。でこれは実際に仕事になっていくって感じがあるので、今お仕事として見てこのカードが出るということは、もしかしたらまだ始まってないか、もう始まったばかりのところで、それを自分の形になんか温めて育てていくんだなっていう形が出ています。なので、いやもう私この仕事20年やってますみたいな方だったら、その20年やってきた中で自分が他者に与えられる喜びって何だろうみたいな、そういう今から始まる何か新しい思いっていうものがあって、昔の自分はこういうことを思ってたなみたいなことを思い出したりしながら、今の自分ができることを伝えていこうみたいな感じで、新しい何かっていうものを生み出してる感じがするんですね。だからとてもいいです。悩みが少ない今回よかったですよね。悩みが少ないです。行ったり来たりっていうよりも、ちゃんとなんか行ってるみたいな感じがあります。でちょっと人間関係も見とこうかなと思います。人間関係とか、もしくは恋愛とかもね。皇帝、ジャスティス、ワンドクイーンということで、人間関係においてはものすごく強い絆で結ばれている人、もうすでにねここまで築き上げた、関係性っていうのは壊れないし、それはそれっていう形で置いて、新しい関わり方っていうのを模索していくなって感じがします。でもしね、ここから新しい関係性を作っていきたいんだって思ってらっしゃる方にとっては、ちょっとね、流れてみてくださいって感じがします。ちょっと人間関係とか恋愛っていうので見ると、少しこの力が入っているって感じがあるんですね。なので、もしこれまで本当に信頼関係に築いてきた関係があるんだっていう方に関しては、それを何とかしようと思わなくてもいいし、調整しながらまた新しい形で新たな信頼関係を結べていけるんだから、そんなに気にしなくていいですよねっていう感じがしたんです。ただ今から新しい関係性作っていきたいんですっていう方にとっては、ちょっと肩に力が入りすぎていて、自分が何者かでなければならないみたいな、もっと自分はこういう人でなければならないみたいな思いがあるので、いやそれちょっと今置いといて流れに任せてみましょうみたいな感じがあります。
せっかく今ねこう見た時にものすごくいい関係性があるんですね。いろんな人と出会っていく。でそれはビジネスの関係を通して出会っていく人もあれば、自分の趣味とか感性でつながっていく人もあれば、他者からの申し出だったりとかお誘いっていうのもあるんだろうなみたいな感じがあって、すごくなんかバラエティ豊かな人間関係があるので、私はこれしか受け入れませんとか、こういうのがいいんですっていうふうに決めなくてもいいよって感じで、なおかつ人間関係や恋愛だけで言うと、仕事のことっていうよりは喜びの方を意識して感じてほしいなと思います。ついつい自分は誰かと関わる時にこんなに有能な私ですっていうことを自覚したくなるかもしれないですけど、いや何もできなくてもいいっていうね、何もできなくても自分の存在自体にその緩やかな感覚自体が相手との共鳴がいい形になるよっていう形なので、あんまり力を入れない方がいい感じですね。ということは、自分からすごい積極的にリーダーシップを発揮してああしてこうしていこうっていうふうに言わなくても、流れに任せていけばいいんだなっていうのがメッセージです。恋愛とか人間関係においてはね。なぜならばやっぱりちゃんとね、今の形のままちゃんと宇宙はこう流れを整えているし、今の双子座の皆さんだったら考えなくても大丈夫みたいな感じがあって、ちゃんといいところにたどり着くというかね、ちゃんとその扉開きますからっていうふうに言われてる気がするので、一番自覚してほしいのはやっぱり自分自身の力なんですよね。愛の力です、これは。で自分の愛の力をどうやったら確認できるかっていうのは、本当に自分が深く自分とつながるしかないので、頭で考えてああでこうであの人はこうでっていうよりも、自分が落ち着く、自分が深く自分とつながるっていうふうに意識していただくと、全てがうまくいくみたいな感じがしました。はい、ちょっと最後に、これをもう一枚引かせてください。いいスタートですね、本当にね。6月前半、双子座の皆さんね、これかな。はい、Learning Experience ということで、このカードを見て何かしら感じることがあれば、ご自身の直感でメッセージを受け取ってみてください。今起きてることを、経験から学ぶっていうことですけれども、もう今起きてること全てが経験であり、全てが自分の恩恵になっているっていう感じがしますね。そしてようやくここまで来たっていう感じもしますので、ぜひこの華やかな運勢を楽しく過ごしてみてください。ということで、今回も最後までありがとうございました。何かしら良かったよって方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回、中旬ぐらいにね、次の動画をアップしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。